皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はですね、買って損をしない、買って後悔をしない鉄板のニッコール Z レンズをフルサイズ版で3種類ご紹介していこうかと。言いますのもですね、ここ最近 Z5-2、この動画ね、この Z5-2 が登場してすぐに収録しているものになるんですけども、レンズキットで2450であったりとか、24200のね、高倍率ズームのレンズを買った方が、単焦点欲しいけどどれ買ったらええんやろうか、であったりとか、逆にね、Z5-2 を買った、ボディ単体で買った方が、レンズキットには興味がなくて正直に言うとね、レンズキットに興味がなくて、どのレンズ、ジマさんやとおすすめですか、教えてくださいみたいなね、ご質問ご意見みたいなものがあったりするので、今回は Z5-2 をきっかけにですね、ニコール Z レンズが今もう40種類以上ね、純正で出てきているので、その中で、フルサイズに絞ってね、でもっと言うと、ひとまずこれ買っとったら大体の撮影カバーできるから、これ揃えとったらいいんとちゃいますかみたいなものをご紹介できたらと思います。今回もジマチューブ行ってみましょう。ジマチューブ。はい、改めましてジマでございます。早速画面切り替えておりますね。Z5-2 で大注目、買って後悔しないニッコール Z レンズフルサイズ編といったところでご紹介していきます。目次ですね。まず1つ目、はじめに。2つ目、フルサイズならこれ揃えておきたいレンズ3本。鉄板を用意してきました。24120と50の 18S と40の F2 です。もうジマさん、鉄板の鉄板でこってこてやなって思われるかもしれないんですけど、やっぱりね、Z5-2 で、新しくレンズにね、興味が出る方っていうのは、どちらかというとニッコール Z レンズのそんなに資産がないはずです。他のね、ソニーとかキヤノンとか富士フイルムとか使われてる方が、このタイミングで、Z5-2 を含めですね、ニッコール Z の、レンズ、Z マウントっていうものに、併用する形、今お使いのカメラを売っ払うんじゃなくて、追加購入してレンズどれか足していこうかなっていうステップだと思いますので、ひとまずはこういった鉄板のレンズたちをご紹介していこうかなというところです。では早速、はじめにでございますね。今、ニコン Z マウントシステムっていうものは発表されてもう5、6年ぐらいになるんですけど、着実にラインナップというものは増えてきました。Z マウントが発表された時ってほんま3本とか5本とかやったんですよ。ニッコール Z の2470の F4 のね、S ラインであったりとか、35mm の 1.8S ラインとかね、多分50の 18S も後で登場しますとかやったんですよ。35のが先で出たんちゃうかなと思うんです。確かあの時って50ちょっと待ってた気がするので、ニコール Z レンズって本当に限られてたんですね。で、そういった中でどんどんラインナップが増えてきてですね、今はもう純正レンズ40種類超えてますね。で、決算資料なんかには50種類までは近々到達できるように頑張りますっていうね、発表がニコンさんからあったりしますので、こちらですよね。ラインナップとしては、1.8 の S ライングループであったりとか、あとは135もね、1.8 の S ラインではありますけど、ちょっと系統は違うけど、202435、5085とはまた別で135っていう 1.8 があったります。で、35、50の 1.4 の、無印のね、描写力が少し優しい、ちょっとどっちかっていうと表現力重視のレンズであったりとか、1.2 のちょっと前に出たね、35mm の 1.2 の S ライン、50mm の 1.2、85の 1.2 の、ね、S ラインというものがあって、58mm の F0.95 のノクトがあったりとか。で、超望遠にも単焦点はありますので、400の 2.8TCVRS とか、64ですね、600mm の F4 の TCVRS、あとは400の445であったりとか、663、863とかね、そういったものが超望遠として存在しているよと。このグループの話ですね。超望遠と単焦点で、薄型した単焦点というものが、DX の24の17と、26の28と28の28と40の F2 というものがあります。で、マイクロレンズ MC50 とか MC105 のね 2.8 があったりとか、ズームレンズになると1424、2470、70、200の 2.8 一定のね、第3元ズームであったりとか、1430の F4、2470、F4、2420、今回のね、目玉の2420のような、小三元に近しいものであったりとか、
あとは気軽な 2.8 として17282875 70-180の 2.8 無印の 2.8 のレンズがあったり100-400っていうね超望遠でもズームレンズがあったりとか、あとはこの辺りはレンズキットにね採用されてますね今回。2450とか24200で高倍率で28400っていうものもありますし、今回新たに登場しているパワーズームのレンズとしてはもう一般レンズとして一応ズームレンズの中に入ってますね。これが Z シネマとかシネマレンズっていうグループではなくて、28135は F4PZ ってものが普通のズームレンズの中に入ってると。でその下に1228の DX の PZ パワーズームであったりとか、165052501840 Z52 でねすごく人気が出ている高倍率ズームの DX シリーズのものであったりとか、あとは180600っていうね超望遠を、興味持たれた方で、コストパフォーマンス重視というかね一番手の届きやすい価格帯でゲットするっていうものにはこの18140というものがあるよと。25年の2月13バージョンは 6.2 やったかな。6.2 ですね。ラインナップは 6.2 というものになっているというところになります。これが今のところざっくりとしたニッコール Z レンズの純正レンズのねその俯瞰した全体の情報なんですけど、ご自身でこの中からどれ選ぶべきかってなかなか判断難しいですよねレンズ詳しい方とかすでにねニッコール Z レンズをね複数本お持ちの方やったら、次自分には MC レンズが欲しいかなとか、結構評判いいから26欲しいなとかね、なんかそういうのが分かりやすくね自分の次のステップっていうのがつかみやすいと思うんですけど、これからレンズ揃えていこうっていう方には正直どれ選べばええかって迷う方も多いですよね。なのでまずは買って後悔しない、持っといて損しないみたいなレンズ、鉄板レンズっていうものをお伝えしていこうかなと。レンズがね安けりゃそらなんていうの買っては使っては合わんかったら売っ払ってしまえばいいやんって言えるんですけど、高いですレンズ一番安くても3万円するし S ラインで標準とかになってくると10万円前後ぐらい、単焦点でも S ライン 1.8 とか10万円前後するしね。で超望遠やったら20万40万とか80万とかしてくるからね、なかなか高いですよ。そんな簡単に買えるもんじゃないから、集中真剣に、選んでですね、買うべきものなので、その中でももし使わなくなったとしても長期的に見ていつかしら使うよと、何かしら使うよっていうレンズに絞って今回3本持ってきております。汎用性が高いので持っといて損しない、メインで使わなかったとしても何かしら使うことが私自身あるんじゃないって思うレンズになります。てか実際使ってるレンズか、その自分がメインでゴリゴリ使ってるとまでは今は言わないですけど、あるとなんやかんや使うよっていうレンズですね。フルサイズなら揃えておきたいレンズ3本、このテーマに移ります。今 Z シリーズと言いますとフルサイズに絞りますとですね、Z9、8、7、6、5、あと ZF がありますね。で50、30、FC というものがあります DX に。なので 98765F のこのフルサイズの利用者様に向けたですね幅広いシーンで活躍してくれる、描写力携帯性を含めた私が思う一般的かつ鉄板レンズ。ここでもちろんすごいね光学性能に振り切ったレンズっていうものを選ぶと 50mm の 1.2 の S ライン、85の 1.2 S ラインとかね、35の 1.2 の S ラインとか 800mm の63とかね、そういったものを進めたくなってしまうんですけど、それはどちらかというと一般的かって言われるとどっちかっていうと結構カメラレンズにのめり込んでる方がこだわり抜いている方が選ぶようなねレンズでもありますし、カメラレンズにお金を振り切れる方が選ぶレンズなのかなっていうふうに思っちゃいますよね。なのでこの部分ではどっちかっていうとみんなが手の届きやすいかつ頑張ったら買えるし頑張って買ったら後悔しないよっていうレンズを選んでおります。まず一つ目、もうこれはあれですね、すごい売れてますね。F マウント時代から2420って私も D750 とかのレンズキットで買うててものすごく出番多かったんですけど、 Z レンズはもう圧倒的にこのレンズが売れてるし出番も多いっていうところがあります。もともとすごく高品質なね2420は人気シリーズではあるんですけど、 Z シリーズになってからさらなる利用者が増えた印象
があるなって、それぐらい使い勝手がいいし、なんかもうみんなが持ってるレンズになりつつあるなっていうところがあったりします。おすすめしたい1本目は売上ランキングでも常に上位に入っている広角端 24mm からですね、望遠端 120mm、 DX で切り取ると180ですね、120なので FX24、FX24、DX180 までいけるよっていうレンズになります。すごくね、汎用性高いです、焦点距離にも。なのでフルサイズでカバーしてくれるところであったりとか、ストリートフォト、あとは風景でも24とかでゴリゴリ使えますし、ポートレート撮影でももちろん使えます。F4 だからと思うんですけど、背景開けてたら F4 の中望遠領域の圧縮効果であったりとかね、ある程度程よいボケ味は楽しめます。で、少し寄っていただくと、近寄れるレンズでもありますので、少し寄っていただくと結構切り取り方もね、自由自在にできるので、本当に構図作りも含め扱いやすいなって。撮影対象、ほんと超広角の風景とか成形写真、夜空とかね、とか、あとは野鳥飛行機、鉄道、鉄道も意外といけるか、野鳥飛行機みたいなその超望遠で捉えたいっていうシーンを除けばもう大体撮れます。なので超広角超望遠、マイクロレンズの物撮りでめっちゃ等倍で撮りたいとかは MC レンズになりますけど、結構大きめにもハーフマクロ的な感覚、そこまでは言わないですが、ある程度映すことができるので、結構使い勝手がいいレンズです。本当弱点が少ないレンズになるなーっていうところですね。開放 F 値、ズーム全域 F4 一定です。めっちゃ楽。他のレンズってね、なんか 3.5 から 5.6 とか、なんか4から 6.3 とかね、なんかそういう焦点距離によって明るさがね変動してしまうところがあるんですけども、こちらのレンズはですね F4 一定です。で、私はだいたい変動するズームレンズの場合って F 値の変動がちょっとね気になってしまうところもありますので、例えば開放 F 値が望遠端で 6.3 とかのレンズであれば、もう初めから広角だろうが望遠だろうが 6.3 の F 値固定で撮る。で言ったらなんか24200とかでなんていうのあれですよ、6.3 一定ズームみたいなね使い方をしたりもします。このあたりね、24200の 6.3 とか2450の 6.3 とか、このあたりはもう6.3 一定ズームみたいな感覚で使うことが多いです。それをF4 で一定で開放で叶えてるっていうのがこのレンズの魅力かなと。明るさに変化することなくですね、安定した露出とボケ量も、求めることができますので、ものすごく使い勝手がいいし、撮れる写真に単純に感動する S ラインの描写力っていうのもすごいので、様々なシーンをこれ一本で対応できると、まさに万能っていう言葉がぴったりのレンズかなっていう風に思いますね。Z6-3 になります 24120F4S でございますね。これレンズキット Z6-3 はレンズキットかな。Z52 は24200と2450だったんで、レンズキットとして購入するのは24120という形になりますね。このレンズはもういろんなカメラの今後ニコンさんレンズキットにしてもらえたらいいんじゃないのかなと思いますし、 Z52 も24120入れてもよかったのにね。なんていうの Z52 とか Z30 とかあたりが1650と DX の1650と DX の50250と DX の18140とかね、あたりがいわゆるレンズキットとして採用されているのであれば Z52 も2450とか24200に加えて24120っていう選択肢があれば、多分レンズキットで一緒に購入する方は多かったんじゃないのかなっていうふうに思います。前のね Z5 初代 Z52 ではなくて Z5 の初代は2470の F4 の S ラインが限定セットっていう形で売ってたりもしましたので、24120っていうものをレンズキットにねぜひ入れてほしいかなというふうにはね思いますね。こちらのレンズはですね、私もイベント撮影であったりレポート取材等で、レンズ交換なく広角で全体を写すことも120で DX180 にしてボーンってね、一人の先生講師ワークショップとか開かれた時の登壇されてる方を切り取ったりとか、いろんな近寄れるのでテーブルの様子であったりとか会場の様子とか含めてですね、もう全体的に何でも撮れる
っていうところがありますので、レポート取材等でも利用することが多いレンズです。静止画動画問わず全ての焦点距離で、高い光学性のいわゆる外れの焦点距離がないんですよね。結構ズームレンズってそのクオリティというかランクによっては望遠端がちょっと弱いとかね、なんか広角だけ弱いとかね、レンズの癖によるんですけど、広角から望遠端で広角と望遠弱くて真ん中の領域だけすごく綺麗に映る。でも実はちょっと真ん中とか望遠端が綺麗に映るからごまかされてるだけで広角端の描写甘いとかいまいち使い物にならんっていうレンズはランクによってはあります。でもこの24120の F4 の S ラインはですね、S ラインというニコンの Z レンズの中でも高品質なかなり、称号として得るにはグレーなんていうの、フィルターっていうの、その条件が厳しいというかね、これぐらいの条件を満たしたら S ラインとして認定されるみたいなものになりますので、無印一般レンズではなくて高品質レンズに分類するものなので、どの焦点距離でもしっかり映るっていう安心感っていうものはあります。で、何よりシンプルに24120ってレンズ交換なく取り切れますなので選ばれる理由かな。なので24120が1本あればですよ、もう大体カバーできるよと。で、普段は単焦点使いつつ今日はちょっとズームあった方が便利かなっていう時に24120持っていったりとか、逆に24120をメインで使われてる方がたまにねちょっとボケ表現を求めた時に単焦点レンズっていうものを使ったりとかねするのがいいんじゃないのかなと。FX の24120対応、フルサイズ120まで対応していて、S ラインで超広角、望遠、超望遠、あとはマクロ、あとはコンパクトな26とか28とか40みたいな小型軽量を求める方は24120はまらないんですけど、やっぱ持っとって損はないかなって思います。なので普段はストリートフォトで26とか28とか使ってるけど、今日はちょっと知り合いのね入学式のね発表会とかで24120とかもあった方がいいかなっていう時はそういったものを使ってもらったらいいんじゃないのかなっていうところですね。やはりその Z レンズの中でもその高いね基準っていうものをクリアしている高品質の証のねS ラインに属するっていうところで、至近距離から無限遠までですね、軸上の色収差っていうものを効果的にね補正していることと、ピント面前面のね色にじみっていうものを抑制しつつ、絞り開放 F4 でゴリゴリに使えます。もちろん56とか絞ってもらっていいんですよ。絞ってもらっていいんですけど F4 からもしっかり使えるかなと。で、コーティング技術も実はこれすごく良くて、レンズファンクションもありましたでしょ。なのでほんと使いやすいんですよ。広角24になってくると、風景ね撮る方なんかも気になるかなと思うんですが、やはりそのナノクリスタルコート、 F マウント時代であればものすごくね高品質でナノクリスタルコートが入ってるだけでも N のマークが入ってるぐらいのもので、あとは最近で言うとアルネオコート、もうここ最近はメソアモルファスコートなんかもねあったりしますけども、アルネオコートっていうのもしっかり入ってますので、コーティング技術も素晴らしいと。なので広角で24で使うとしても、どんな大体の光のね入射だったとしてもコーティング技術っていうものがそのあたりカバーしてくれているので、ものすごくね使い勝手がいいかなというふうに思いますね。これカメラくっつけてるとこあるかな、このあたりかな。そうですね、カメラくっつけているところがありますね。Z9 ですね。Z9 にくっつけて。本当にこの組み合わせでのイベント収録、バッテリーも安心できるし、メガシャッターレスでね、サイレントにしていれば音楽の発表とかでも、その、登壇系でお話しされてる方にはカシャカシャってシャッターまで邪魔しなかったりね。もちろんサイレントで撮るっていうのがあったりはするんですけど、やっぱりねローリングシャッターの歪みのところであったりとか、その読み出しのね速度のところで Z89 っていうのはすごく信頼できるものになりますね。あとは購入後に気づく方も多い最大撮影倍率 0.39 倍ですね。マルチフォーカス方式採用しているので、近距離での撮影も結構得意なレンズなんですよ。これが驚きで、しかもそれが 120mm とかでも結構寄れるんですよね。で 120mm で結構最短撮影距離でグッて寄ると物撮りっぽく使えます。びっくりします。本当に自分でも驚く。あれもうこれでええやんと。
でもやっぱ MC レンズ使うとさらにもう一歩2歩寄れるんで、やっぱ MC レンズは専門特化のレンズやなとは思うんですけど、なんか感覚的にね、120で F4 でもう画面いっぱいに 0.39 倍で映すっていうのができるのはちょっと面白いですね。クローズアップ撮影なんかも結構高画質で楽しめるっていうのも面白いレンズになります。単焦点レンズから始められた方は、追加するズームレンズの候補って多分いろいろあると思うんですけど、24200とかね、28400とかの高倍率ズームであったりとか、超望遠が欲しい方は100400とかね、そういったズームが欲しいし、コンパクトなものが欲しい方は2450とか2470の F4S ラインとかで、2470の28とかね、大三元もあるし、1728とか2875とかあのあたりもね結構候補になってきて、標準領域って若干ニコン渋滞してんすよ選択肢が多いんですね。でタムロンからのポートレートズームなんかもあったりしますので、本当に Z マウントって選択肢が多くて、標準ズーム領域で、そういった方にどれ選んだらええんやろ、鉄板どれって言われると、24120の F4 の S ラインかな。これも取ったら同等でもなりますわと。これも取って逆にこと足らんのやったら、それに特化したレンズ、超広角、超望遠、コンパクト、MC レンズみたいなものを選んでもらったらいいんじゃないんですかって。持っとったら他のレンズにうろちょろ寄り道せんと、もうこれずっとつけっぱでいいですわって。結構今ね、動画ご一緒の方も多いんちゃいます？ 24120 お持ちの方やったら、もう24120の欠点は唯一一つ、他のレンズに興味がなくなるっていうね。レンズ交換楽しめるカメラやのにミラーレス一眼って、レンズ交換できてコンデジちゃうで、ミラーレスでレンズ交換できる種類やのにレンズ交換に興味なくなってしもたら意味あらへんやみたいなね。それぐらいしかデメリットはないんじゃないのかって。それはもちろん値段とかね、サイズとか質量っていう方もいらっしゃるかもしれないですが、いや24120フルサイズ F4 対応で S ライン、この質量とこの値段なんやったら十分お買い得でしょっていうね、ところがあったりします。逆にこれよりね、大きかったらちょっとイベントとかもしんどいけど、これぐらいのものであれば全然動けるんで、逆を言うといろいろ細々持っていくより24121本とちょっとね、しっかりしたカメラでもう出ていけば、大体カバーできるっていうのが感覚としてありますね。で、先日も結構発売からこのレンズ自体はもう数年経つんですよ。そんなにめちゃくちゃ新しいレンズってわけではないんですけど、Z52 の相棒レンズとしてもすごく人気というか選ばれているところもあって、量販店の人気ランキングでも常にね、1位ってわけではないんですが、1位はやっぱその時々のトレンドっていうかね、各メーカーさんの新製品がやっぱ取るので、でも2位とか3位とかちょっと落としても5位7位ぐらいには、その2月とかなんか冬とかね、新製品がメーカーからドって出る時期あるじゃないですか。そういった時期はどうしてもそういった新しいレンズがみんな集中するので、注文がランク落としますけど、そういったレンズの一時的な突発需要がなくなれば、また自然と繰り上がっていく、常に一定で売れ続けているレンズっていうのがこの24120かなって思いますね。なので、Z6-3 のレンズキットにも採用されていますし、いつかはキャッシュバック対象に、なることを期待されている方も多いんじゃないのかなって、それぐらい人気のレンズですよっていうところをお伝えしておこうと思います。これね、標準ズームレンズの選び方 24120F4、ね、S ライン。レンズファンクションがあるっていうのもいいですしね、物理ボタンで AF と MF 切り替えれるのもいいし、ミスマッチ避けましょうっていうところでね。あとこれ Z6-3 の時の、レビュー動画になりますね。Z6-3 でのポートレート編という形で、どちらかというとプッシュしているのはこの部分ですよね。Z6-3 ってエクスピード7世代目のカメラになりますので、縦でね撮影した時にポートレート撮りやすいよであったりとかで、120であればある程度ね、ボケ味もね、後ろそんなに開けたスタジオではないんですけど、120でモデルさんを大きめに映すってなったら結構ボケ味もね楽しめたりするので、その50、85とか135みたいな、なんていうかな、そのポートレートとかにもうドンピシャでハマるレンズに比べると、やっぱり標準万能ズームっぽいものにはなるんですが、逆にいろんな予算出費せんでも24120で十分楽しめるので、よければねこちらも一緒にチェックしていただけると嬉しいかなというふうに思いますね。120で後ろこれ
メインの写真の方ね、こっちの写真じゃなくてメインのこの写真も後ろそんなに開けてなかったんですよ。この後ろグリーンで緑でね、いろいろ植物がわーって道沿いに並んでたところだったと今思い出して思い出してるんですけど、そんなに距離は離れてなかったかな。でもやっぱり120の焦点距離の威力っていうのはすごいなってね。 F4 ですけど、やっぱり背景処理がすっきりねさせやすいなっていうのはやっぱね魅力かなというふうには思いますね。これが1つ目。2つ目、初めての高品質単焦点、いわゆる先からねお伝えしている S ラインのレンズっていうもので、今度は単焦点です。1本目は 24-120F4S ラインというズームレンズの高品質をお伝えしました。鉄板のね、みんな買うたら、もちろん2470の F4S とかが予算面を考えるとね、ただ前ほど旨味はなくなったかな。なんでかっていうと2470の F4 の S ラインってZ7 とかのねキットレンズキットに採用されてて、結構売られてたんですよ。Z レンズ Z シリーズを手放す方がね、今エクスピード7世代目の知られてる方、ご存知の方はZ シリーズ売る人おんのって思うかもしれないですけど、エクスピード6世代目の時ってみんな売ってたびっくりするぐらいで、在庫がマップカメラさんとかダブついて中古で4万とか5万やったかな、10何万するレンズなんですよ。半額以下やったんですよ。それぐらい在庫ダブついてたんです。で全然値段も買い取りの価格も低かったしっていうので、でもニッコール Z の中でエクスピード7世代目が入ってきて、まだ24120が発売されてない時代に 2470F4 の S ラインがひとまず S ライン F4 行ってコンパクト標準ズームで2470が撮れるっていうので、結構中古市場が買い漁られて、今となっては Z マウントを使用してる方が多いので2470も今7万8万ぐらいまで中古上がってんちゃうかな。結構値段上がっちゃったんで、今となっちゃそんなに旨味がね中古市場にはなくなっているので、24120が鉄板かなっていうふうに思いますというレンズがあるのに対して、今度は単焦点。これも50の 18S、 結構古いレンズです。 35mm の 18S とか 2470F4 の S ラインとかとほぼほぼ同期になりますね。ちょっとは後輩かな。でこの後に85とかが多分出てきた記憶があるんです。この時まだ85なかったんちゃうかなと思うんですけども、標準領域としてね、やっぱり私たちフルサイズの話なんで今回、私たちが見ている視界、この日常のね視野角に近いというところで 50mm っていうものは扱いやすいですよという話で、どちらかというとポートレートでもね 1.850mm ってすごく会話しながら撮りやすい距離ですし、ストリートフォトでねスナップ撮影であったりとか、テーブルフォト、あんまそこまでめちゃくちゃ寄れるわけではないんですけど、テーブルフォトなんかでも活躍しますし、こっちのレンズも結構何でも撮れますよと。もちろん超広角とかね、超望遠とかマイクロレンズでねマクロ撮影したいっていうのは合わないですよ。ただあくまで単焦点 50mm S ライン開放 F 値 1.8、 このスペックからものすごくいろんなものが撮れるよというところになります。でここ最近はねいろんな方がニコン Z マウント始められて、ニコン Z マウントを初めから全振りしている方はもういいレンズをバンバン買っていくんですけど、他のマウントと併用して Z マウントを試してみている方からすると、そんなにニコンに金かけたくないと、いつやめるかもわからへんしっていう方は、基本やっぱ高品質で価格が抑えられているレンズを欲しがります。そういった方にはやっぱ 1.8 の S ラインシリーズの特に 50mm はその中でもお買い得なのでおすすめしたいですし、学生さんなんかにも50の 18S いいよっていう風におすすめしてたりもします。 DX の方にはね35の 18S 勧めたりするんですけど、やっぱり一回いいもん知ってる方がいいでっていうのは、でそのいいもんがべらぼうに高かったらねあんまり学生さんには勧められへんけど、頑張って貯金したらね、半年毎月1万円貯金して半年ぐらい頑張ったら、6万7万ぐらい貯めて1本買えばいいんじゃないっていう風にお伝えしてたりもしますというところですね。ズームレンズが高品質になった今でも単焦点レンズってやっぱキレッキレなんですよ。やっぱそこはね、もちろんズームレンズもものすごくレベル上がってるんですけど、ズームレンズがレベル上がった分単焦点もレベル上がってるんですね。なのでやっぱり高い描写力とか被写体のディティールを細かく表現してくれるっていうのはこの50の 18
S かな。私もこの事務所の事務デスクのところに常にポンって置いてるような感じで、そっちを何かしらテスト撮影するときは50の 18S かな。なんか自分の中でのなんか基準なんとなく24120とか50の 18S っていろんなカメラとかレンズページ見てても、カメラのページかな、製品ページを見ててもなんとなくサンプルに使われてることが多いなと思うんです。この写真は 51-8S で試しましたとか、この手ブレ補正のシンクロ VR はどうのこうのとか、なんかいろいろあるでしょ。そういった時に大体使われてる、レンズだったりもしますので、利用頻度検証用に使うことも多いかなっていうのが感覚的にはありますね。で Z レンズには他にも開放 F 値 1.2 のねシリーズ35、50、85であったりとか、1.4 もありますね。で 1.8 の S ラインのこのシリーズも数多く存在します。なのでニコンに慣れている人ほどもう 1.8 シリーズって当たり前の世界というか、特に何もない、昔から出てる S ラインやって思うんですけど、やっぱり S ラインってすごいんですよね。普通に高品質なニコンの Z レンズの中でも厳しい条件をクリアしているレンズたちになりますので。で、そういった高品質かつ高価なね、レンズが並ぶ S ラインの中でも、キャッシュバックを含めてですね、賢く買い物をすると50の18です。これ右側ね、今再生しているのは1.4 の 50mm と 1.8S ラインの 50mm の、外観のデザインを私がね、よう似てるなーって横に並べて俯瞰で撮っているものなんですが、左は 1.4 です。右が 1.8 の S ライン。私が進めている2本目はこの 1.8 の S ラインです。この白いシールは私が分かるようにね、似てるレンズが多いんで 1.8 分かるようにシール貼ってるだけなので、目印シールやから気にしないでくださいね。ほんまはついてないです。私が後で貼っつけたものになります。なのでキャッシュバックを含めて賢く買い物すると大体ね7万円前後ぐらいで買えます。でこの前コメントで教えていただいた方は 50mm の 1.8 の S ライン、マップカメラさんやったかな、どっかでゴールデンウィークフェアみたいなのがあったらしくって、それと合わせてさらなるお値引きでなんか6万円後半で 50mm の 1.8S ライン買えましたみたいなねコメントがあって、51.8S を6万円台で買えたらもうめっけもんですねっていうね話をさせていただいたというところもあります。なので無印のね、一般レンズに比べるともちろん 50mm でなんでこんなサイズあんのってよく言われたりするんですけど、その分描写性能を振り切ってくれているのでこのレンズものすごくおすすめです。ただ今ニコン Z マウントって35とか50とか、85を含めてもっと大きいごっついレンズがたくさん出てきているので、もう今となっちゃ50の 18S が結構コンパクトに、見えたりもしますので、ぜひね興味ある方は持ち出してもらったらいいんじゃないのかな。でも2420よりかはちっちゃいですよ、さっきの。なのでぜひね興味ある方はこのレンズ、利用していただけるといいかなというふうに思いますね。ズームレンズでは味わえない単焦点だからこその魅力、描写力、そのフットワークの軽さ、もうねカメラ構えて画角作ってっていうんじゃなくて、なんていうかな、もうカメラ構えたファインダー覗いたもうその世界を切り取るみたいなね形で撮影ができるものになりますし、自分が近づいたり自分が離れたりしてね、足で稼いで撮るっていうことも経験できるものになりますので、ぜひ、体験してほしいレンズの一つかな、単焦点としてね、50mm の 1.8 は S ラインとして手の届きやすいものだし、十分満足できるものになったりもします。でコストパフォーマンスのね高さが目立つレンズではあるんですけど、やっぱり初めての単焦点レンズとして標準ズームの24120の F4 の S ラインと 50mm の 1.8 の S ラインがあればもう大体楽しめます。24120のズーム領域をカバーしつつ、時折いやもっとボケ味欲しいんよっていう方は 1.8 の S ラインシリーズ、それが50でもいいし、人によっちゃ85のね中望遠でもう85で切り抜きたいという方もいらっしゃるかもしれないので、50か85あたりを1本揃えていくと24120と 1.8 の1本単焦点もうあれば、超広角超望遠マイクロレンズ以外はもう大体カバーできるなのでレンズ沼にもそんなにはまりにくいというところがありますね。単焦点はちょっとわからんね、ハマるかもしれへんね。50の 18S がこんだけすごいんやったら他の単焦点 S ラインはみたいな沼があったりするので、1.4 シリーズとはどう描写が違うんだっていうのがねあったりしますので、そのあたりはぜひ楽しんでいただけたらなと。
で、単焦点レンズ。これね、3番目でお伝えするんですけど、単焦点どっちも買っちゃえって私が動画上げてますね、過去に。50mm の F1.8 の S ライン、まあ8万円って書いてますけど、ここでキャッシュバックがまあ1万円弱ぐらい、5、6千円ぐらい入るんかなとか、あとは 10% オフとか、購入テポの販売店さんのキャンペーンとか加えると、まあ確かに6万円後半あり得るなと。で、40mm の F2 は3万円台で、この後ね、3本目で紹介するんですけど、40mm の F2 っていうのもすごくいいよと。なので単焦点で50、40。で、片っぽは 1.8S、片っぽは40の F2 っていうところがあるので、まあコンパクトを重視するんであれば40の F2 がいいと。ZF のスペシャルエディションのレンズがこの40の F2 ですね。で、50の 18S もすごくいいよと。なので、まあ、どっちも買っちゃえっていうね、動画であったりとか、これ参考のね、他の動画の話なんですけど、ニコン 50mm の選び方っていうところで、この写真のサムネイルは、皆さんね、どのレンズかわかります？この情報表示のパネルがあるので、50の 1.2 の方です。大きい方ですね。51.2 の S ラインと、今となっちゃ 1.4 も出てるし、1.8 の S ライン、いろいろあります。なので、MC50 もあるね。あれも 50mm やね。MC50mm は 2.8 っていうものが全部フルサイズ対応でありますので、まあ、どの 50mm 選びますかみたいな動画も投稿しているので、ぜひね、チェックしていただけると嬉しいかなと。3つ目、軽い、安い、楽しいニッコール Z40mm の F2。まあ、これはね、どっちかっていうと、まあ、初めに購入するのもありなんですけど、まあ、S ライン楽しんだ後の方がええんちゃうかなって個人的には思います。なんでかっていうと、ニコン Z マウントのレンズを使ってて、40とか28とか26とかを使ってて、やっぱ気になっちゃうんですよね。S ラインの描写力ってどんだけすごいんやろかとか、やっぱりその逆光体制含めてどんな状況でもアベレージ高く取れる S ラインってどんだけすごいんやろみたいな興味がね、湧くと。でも逆にさっきの1番目2番目でご紹介した24120とか、50の 18S とかね、そういった S ラインを触れた上で、ちょっと大きいと。ちょっと重たいと。カメラ持っていくのに、カメラ本体が 700g とか 910g とかあって、で、レンズが400、500、600とかあると、だいたい1キロ下回ること難しいんですよ。だいたい 1.2 とか 1.34 ぐらいになってくると。毎回 1.4、5キロ持つのも、まあちょっと辛いじゃないですか。時々場合によりますけどね。ってなった時に、こういった薄型単焦点レンズはだいたい120、30から200弱ぐらいであるんですよ。なので、700g ぐらいのカメラであれば、くっつけてしまうと、1キロ下回るんですね。900g 前後ぐらいで使えるので、ものすごくコンパクトかつ軽量な単焦点レンズとして 40mm の F2 はおすすめできるものになります。で、先ほどのね、50mm と、40の F2、50の 1.8 って聞いてると数字上は似てるんですけど、こちらのレンズは薄型単焦点グループというものに属します。先この動画の冒頭の方にお伝えした左上に単焦点グループがあって、右上に望遠の単焦点グループがあって、その下に薄型単焦点のグループがありましたね。覚えてます？ DX の24の17とか28、26、50、この薄型単焦点グループ、その下にマイクロレンズがあってズームレンズがあるっていうグループがね、大きく分かれてるんですけど、薄型単焦点のグループになります。で、S ラインではないです。一般レンズ、無印レンズにはなるんですけども、3万円台で購入できます。S ラインじゃないからね。どっちかっていうと比較的に手の届きやすい一般レンズになります。マキエレンズって言われてるかな。どっちかっていうと。なので、一般レンズとして多くの方も購入できる。で、ZF のレンズキットとして40の F2 のスペシャルエディション、デザインがね、可愛らしくなっているレトロな雰囲気のものがあったりするんですけど、そちらもかなり、人気で40の F2 ってすごいなっていう風に評価されている。私はこのレンズね、8ヶ月ぐらい待ちました。多分ね、登場した時って Z9 と超望遠のその前後ぐらいやったと思うんですよ。その前後ぐらいに40の F2 がやっと、それまでずっと S ラインが続いてて、もう S ラインしか出えへんやんニコンっていう感じがあったんですけど、この40とか ZFC のレンズキットの28の28とかあのあたりから無印レンズがちょいちょい出だしたんですよ。で、
みんなやっぱ価格と携帯性を求めると、予備レンズというかサブのレンズとして薄型単焦点ってすごく魅力的だったんで、今は選択肢が増えたから別にねそんなに飛びつくものではないかもしれないんですが、当時は飛びつくものやったんですよ。でものすごく売れてて、私も8ヶ月待ちとかでした。なので私はスペシャルエディションじゃないんです。私は当時 40mm の F2 が登場した時に買った8ヶ月後入荷待ちのレンズなので、ノーマルタイプになります。で、程よいボケ味も開放 F 値2なので楽しめます。で、40mm なので、多少端っこに置くと 35mm ほどではないんですが、多少引っ張られるね、パースは効いたりします。ただ真ん中ポンと置く分には全然綺麗に歪みなくね、撮れますので、扱いやすいレンズだなって思いますね。どちらかというと、そんなに近くで撮ったり遠くで撮ったりみたいなんではなくて、もう自分の感覚の距離感で撮れる、ストリートフォト、スナップであったり、テーブルフォト、気軽な風景撮影、本当になんとなく気兼ねなく撮る撮影にすごく向いてたりもします。これはね、参考画像に Z52 にくっつけてますけども、もちろんフルサイズ対応のレンズなので、ZF56789 どれでも対応しています。ただどちらかというと薄型単焦点で S ラインではなくて小型軽量っていう部類に入りますので、使うとしたら ZF56 あたりかな。もちろん789でもいいんですけど、高画素のモデルになりますと、どちらかというとやっぱ S ラインのレンズもしっかりいいものを使わないとカメラ側のパフォーマンスを最大限にね発揮するっていうのは難しかったりもしますので、ぜひ、フルサイズのね時高画素なのか2450万画素止まりなのかっていうのは使い分けていただくのがいいかなというふうにね思いますね。で Z52 でなんでつけてんのっていうと、これ40がね60ぐらいになるんですよ。ざっくり 1.5 倍ぐらいでね。でレンズもそんなに端っこ使わんと真ん中ドンって切り取る形になるので、フルサイズのレンズを FXD APS-C のね DX にくっつけてるのでっていうところで結構使い勝手よくて、もちろん28とか26で 39mm とか 42mm 相当ぐらいで使うのもありなんですけど、40の F2 を 60mm ぐらいで感覚で使うっていうのも結構個人的には好きなので、結構52につけてたりもしますというところですね。コンパクトなんですよ。 Z52 にこのレンズつけるとほんと500とかに対して200とか700ぐらいかな。フルサイズのカメラボディ単体で持つぐらいの質量で使える。もちろんレンズ側に VR とかがあるわけではないので、その点だけねご留意いただきたいんですけど、すごく使いやすいものですね。先ほど紹介している 2420F4S ラインとか 50mm の 1.8 の S ラインっていうのはどっちかっていうと高品質なレンズの商品名の後ろに S がつく S ライングループになります。で光学性能を強く意識している結果ですね、価格とかサイズとか質量はお世辞にも気軽とは言えないですよね。やっぱりその光学性能を振り切っている S ラインクオリティを実現するためにはある程度のその大きさがいる、値段がかかるっていうところがあるんです。ただこのなんていうの、カメラ界隈から言うともちろん10万円ぐらいで買える S ラインってめちゃくちゃお得ですよ。24120とかも15万弱とかでしたっけ、15万前後ぐらいの金額で、キャッシュバックとかやると12、3万ぐらいで、キャッシュバックじゃ10% オフクーポンとか量販店価格で見ると13万前後ぐらいで買えるので、で 50mm の 18S とかは7万円台とか、状況によっては6万円台後半とかで買えるので、ものすごくお買い得です。あんだけの描写とあんだけの使い勝手がその値段で買えるので、なんか中途半端な生半可なレンズにお金出すぐらいやったら、もう S ラインでバッチン1本ねいいレンズ買ってもらった方がええよって言いたくなるんですけど、この金銭感覚って多分ちょっとずれてますよね多分一般的にはいや6万って高いでと、今スイッチ2とかプレステ5とかなんぼなんやろ、それぐらいの値段かな。10万までは言ってないけど、もう子供が買える値段じゃないでっていうのはよく今最近のゲーム機に聞きますけど、それぐらいの感覚です。金銭感覚としては一人暮らしのワンルームのね家賃だったり、一人暮らしの子が買う冷蔵庫が用で買えたりとかね、もうそれぐらいの感覚なので、でレンズだけでですよ、カメラ本体ないんですよ。レンズだけで撮影できませんやん、本体いるからっていう感覚のところに、やっぱ一般的にそれを安いでっていうのはちょっと辛いところがあるというか、ずれてることがあるので、一般的には高額だと思います。でも3万円であれば、もちろん3万円も高額
です。アルバイトで3万円稼ごうっていうと結構ねしんどいところがあるんですけど、これより安いレンズが他には逆に見当たらないので、まあ28とか40が今のところ最安になります。まあ、DX の24の17とかね、まあ、そういった薄型単焦点グループ、まあ、だってマウント部までプラやからね、メタル金属じゃなくてプラでだいぶコストカットしてくれているレンズです。でこれ何かっていうと、40の左が私の私物の F2 ですね、右側が ZF の時のレビュー用のねスペシャルエディションです。同じレンズです。ニコール Z40mm の F2 で、右側はスペシャルエディションっていう、まあどっちかっていうと、なんていうの、おしゃれなね、外観をしているレンズになりますので、まあこういった感じで使えるよっていうところです。まあ興味ある方はね、今となっちゃ 40mm も 28mm も、スペシャルエディションが選択肢に入りますので、ちょっと見た目ね、おしゃれにしたいなーっていう方はこっちを選んでもらうのもいいかなというふうに思います。なのでやっぱりその S ラインとかではないんだけども、薄型単焦点はこういったデザインのところでね差別化を図ってくれているのは面白いかなっていうふうに思いますね。なのでミラーレス一眼だとしてもニコン Z シリーズってね、先ほどお伝えした通り、まあサイズ質量ってまあ他のメーカー、まあ、もう言っちゃうとソニーとかに比べるとやっぱ大きいです。ソニーとかすっごいちっちゃく作ってきてくれるから、まあ、マウント部がそもそも違うんですよね。マウント E マウントと Z マウントのマウント径がそもそも大きさ全然違うんで、工学的に Z マウントってやっぱ有利な部分があるんですよね。その分この Z52 とか Z30 もそうなんですけど、高さをこれ以上ね内径55よりキュッてすることできないんですよ。なのでまあどうしても DX 機でもある程度の大きさになっちゃうっていうところが、まあなんていうの、そのトレードオフにはなると思うんですけども、そうなってくるとまあ可能な限りニッコール Z マウント対応のカメラとレンズでコンパクト構成をしたいという時には、薄型単焦点のレンズ DX の24の17とか28とか26とか40とかが候補になってくるかなっていうふうに思いますね。で、24の17は DX で APS-C のものになりますので、別の機会にね APS-C でおすすめしたい3本っていう話をしておこうかというふうに思いますので、今回は40。もう極端な話ね、ボディキャップぐらいの感覚でずっとつけっぱで折れます。カメラレンズってね、カメラの本体側にボディキャップっていうね、こういう蓋みたいなのあるでしょ、カメラのマウント部分にくっつける。この感覚でもうここにずっとレンズをくっつけてるような感じで、まあ保管ができる、写真が撮れるボディキャップぐらいの感覚で扱えるので、でもっていうと今は26があるので、26の方がボディキャップ感覚ではあるんですけども、まあ、40も十分コンパクトなので、やはりその描写のところもまあ価格相応ではあります、正直ね。ただやはり Z レンズに外れなしって言われるように、3万円のレンズでここまでできるんやったら十分じゃないっていうね評価があったりもしますので、価格に対して十分楽しめるレンズで、それ以上にどちらかというと携帯性とか導入のしやすさ、3万円前後の購入ハードルとかね、そういったところで魅力になりますので、まあ購入して損がないかな。やっぱり他の85とか135とか50とかものすごくインパクトのある単焦点の S ラインのレンズがあったとしても、今日はコンパクトにいきたい、今日はそんなにカメラ大きいものを持っていく必要がないなっていう時に、40でええわって手が届くレンズ、防湿庫から今日は40でいこうって形で引っ張り出したりするレンズに私自身なっているので、まあ持っとって損はないかなっていうふうに思います。他には40とか、これね26めっちゃ薄いでしょ、26であったりとか28とかね、まあ28はどっちかっていうとまあそうやね、フルサイズで28で撮るのもありやけど、まあ ZFC とかでね 42mm ぐらいで撮る。なので今回の FX の40と28を DX42 で撮るぐらいの感覚で使い分けてもらう方がいいかな。でコスパ最高3万円台レンズっていうところで、これ Z30 の時の動画かな、28の 2.8 とか、これ28の 2.8 スペシャルエディションね、私購入して、まあ、キャッシュバック対象だったんですよ、その時で。40とか1650とかね DX になるといろいろ候補になってくるし、24の 17DX も入ってくるので、3万円台レンズなんかコレクション性もあるしね、いろいろ買い揃えちゃうよねっていうところです。でこれは ZFC に40つけてます。私結構 DX にもねこの40使ってて、でこれはどっちかっていうと私がちょっと気軽にねストリートフォトでスナップフォト楽しんできたものです。で40の F にブラックミスト、
フィルターくっつけて、どっちかというと作品撮りっていうところで楽しんできている一枚になります。気軽に楽しく撮れる小さくて軽いカメラっていうので、ZFC にもね、このおめかしっていうの、カバーくっつけてね、TP オリジナルだな、どっかのカバーくっつけて撮影に出かけている。おしゃれなカメラで出かけている。いつものゴリゴリカメラじゃなくてね。あとは 40nF には、ポートレートなんかでも、積極的に使うかっていうと積極的ではないですけど、十分持っとったらポートレートにも使えるよぐらいの感覚でね、こういったところで持ち続けたい気軽なレンズみたいなところのレビュー動画も他で上げておりますので、ぜひね、チェックしていただけると嬉しいかな。いかがでしたでしょうか。おそらく、24120F4 の S ライン、50mm の 1.8 の S ライン、40mm の F2、無印一般レンズ、無難おもんなと思う方もね多いかと思います。ジマさんセレクトおもんないわと、面白くないと、もっとなんか奇抜なレンズを選んでくれよと、そんなんじゃ満足できねえよっていうね風に思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、あくまでこの動画はニッコール Z レンズで私が思う鉄板レンズ、初めて Z マウントに興味を持たれた方がこのレンズ買っとったらひとまず安心やでっていう3種類をお伝えさせていただいたので、もう鉄板のこってこてのベッタベタで進めさせていただくのが一番いいかなと思いました。やはりカメラレンズはね、決して安い買い物ではなく、人生の中でも2、30万使うって結構インパクトあるイベントというか出来事でしょ。なので失敗したなと思ってほしくないんですよ。やっぱりカメラレンズ買うたよ、2、30万出したけど全然使わなかったん、すぐ売ったわ、ははみたいな思い出話にはしてほしくなくて、2、30万かけて買ったけどやっぱり買った価値はあったし、使い続けてるから十分元取れてんねんみたいな、そういった思い出話に皆さんにしてほしいんですね。なので2420、50とか40とか、私が実際ほんまに使い込んでいるようないろんな場面で使っているレンズたちっていうものをセレクトさせていただきました。逆にこの2420とか 51.8S とか40の F2 とかね、そういったレンズでもし逆に不満が出るのであれば、もうそれはレンズ選定のミスマッチがもう決定 されたようなもんなので、決まったようなもんなんで、2420満たされない。なんで明るさが、じゃあもう 1.2 いったらいいじゃないですかとかね、2420使いながら50とか35の 1.2 とか85の 1.2 使ったらすごい世界見れるよみたいな、飛ぶぞってやつですね。で2420で満足いかない。なんでですか？サイズ。じゃあ F4 のね S ラインの描写っていうのはちょっとね妥協スイッチあるけど、逆に3万円ぐらいで 40mm とか買ってみたらいいんじゃないですかとかね。2420もっと広角がじゃあ1424とか1430ありますよとかね。でもっと望遠がってなってくるとじゃあ100400とか70200とかね、もういっそのことを振り切った超望遠使って、いやそんなサイズ大きいのがいらんっていう方は24200とか28400とかね、そういったものも S ラインではなかったとしてもね視野に入れたらいいんじゃないんですかっていうのが分かってくるので、やはりその今この鉄板レンズで自分の必要なものを洗い出す。でそれは2420とかを手放すんじゃなくて、2420とか 51.8S が手元にある状態で選択できる状態で追加で購入していって、レンズ選びっていうのを楽しんでいただくのがいいかなっていうふうに思いますので、あとはちょっと特殊といえばマイクロレンズかな。MC レンズだけはMC レンズにしかできない世界切り取り方がありますので、その時はちょっとMC レンズだけは別で購入されるのがいいんじゃないのかなっていうふうには、思っているところでございます。大丈夫ですかね？参考になりましたかね？この動画ではカメラとか写真に関する情報を毎週更新、ここ数日はショート動画を挟んで毎日更新でお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいでございます。で、ここ最近はですね、写真集のね出版なんかも始めておりまして、あれです、ボリューム1、2、3、4作っております。ジマチューブセレクト。概要欄にね、リンク貼っておりますので、興味ある方ぜひご購入いただけると嬉しいです。72ページ80カットとかでね、作っているフルカラー7色印刷で作っているものになりますので、ぜひご購入いただけると嬉しいです。あとはオンラインサロンですね、ジマチューブコミュニティっていったものを運営しておりますので、そちらですね、日頃カメラとか写真に関する交流をしつつですね、毎
月動画サロンメンバーさん限定の1本の動画を投稿しております。でその動画には皆さんから投稿していただいたお写真に対する私なりのフィードバックっていうものを、お伝えさせていただいておりまして、日頃毎日こういったカメラとか写真に関する交流して月1本のフィードバック動画があって、その先半年に1回、次6月かな、半年に1回合同写真展っていうものに対してゲスト出展でよく参加しているギャラリーさんがありますので、一緒に、作品壁に印刷してね、提出して展示してみませんかみたいな合同写真展でのお誘いであったりとか、そういった写真撮影を続けていく上でのですね、役立つ情報っていうものをお届けできるオンラインサロンを運営しておりますので、興味ある方ぜひご参加いただけると嬉しいかなと思います。チャンネル登録、コメント、高評価は無料でできる応援ボタン。オンラインサロン写真集は興味がある方が概要欄のリンクからjimatube.com/写真集はストア STORE でサロンはオンラインサロン、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。また次の動画で逆に皆さんがニコン Z マウントで鉄板のみんなにおすすめしたいレンズがあれば YouTube のコメント欄で私はこのレンズが鉄板でおすすめしたいと思いますみたいなところを書いてもらえるといいね、ハートマークをしに行きますので、ぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。